今日は太ももが一回り細くなるストレッチのご紹介です。今日は太ももが一回り細く締まり、ヒップまで上がっていく、そんなストレッチをご紹介していきます。この動画、しっかりと最初から最後まで見ていただくと、あなたは必ず足のラインが変わる、そういった習慣を身につけることができます。ぜひ一緒に頑張りましょう。そしていつもと今日はね、服装が違います。いつもは左右のスパッツの色を変えたり、筋肉のシャツを着て、皆さんに見えやすいようにね、服を選んでるんですけども、今日はですね、普通のシャツとスパッツで撮影しています。何かね、考えがあるのかなと思われるかもしれませんが、なんということはなく、シンプルに洗濯して全部ビチャビチャです。完全に撮影をすることを忘れて昨晩洗濯をしてしまって、今日はこんな普通のシャツとスパッツになっています。なので皆さん、普段動画で見てもらっている筋肉のスパッツを心の目で見ながら、今日は動画をチェックしてみてください。では早速、太ももが太くなる原因と細くなる原因、この解説からしていきたいと思います。というのも、太ももが太くなる原因を知っておかないと、どんなにストレッチや運動、エステや整体をしたとしても、一時的に足が細くなったとしても、また太くなってしまう。もしくは、運動をすればするほど、ダイエットしたくてやってるのに逆に足の筋肉がごつくなってしまう。そういったことがね、かなり多く起きているので、その原因をね、しっかりと知っておく必要があります。逆にこれさえ知っておけば二度と足が太くならなくなりますから、この原因から理解をしていきましょう。大きく分けて太ももが太くなってしまう原因というのは2つです。1つ目は股関節が曲がらないこと。そしてもう1つは膝の向きが歪んでいることです。まず1つ目から解説をしていきましょう。皆さんはお辞儀をした時にどこから曲がりますか？やってもらうと分かりますが、多くの方は体を曲げるとき、何か荷物を取るときとかに、だいたいこの辺り、溝落ちあたりを軸にして、こうやって下を向きますね。これ非常によろしくない。股関節が硬くなったり、ヒップが垂れ下がってしまう原因です。理想的には、この股関節から曲げる。股関節というのは膝を持ち上げたときに曲がるこの起点になっている部分です。ここがしっかりと曲がって、上半身を動かしたり足を上げ下げ、階段の上り下りができている方というのは勝手にヒップが上がるんです。そのヒップが上がる理屈というのはお尻の筋肉、今ねスパッツが筋肉のスパッツじゃないですが、この黄色い部分ですね、この筋肉が股関節が使えていない方というのは猫背になって下のものを取ったりとか階段の上り下りするときに固まったまま、極端に言うと全然動かないから縮こまっていきます。縮んでいくとお尻の筋肉、大臀筋やももの裏側、ハムストリングスがどんどん硬くなっていって引っ張られて骨盤が後ろに傾いて後傾、猫背、ヒップは下がる。こういった悪循環が起きます。それに対して股関節が曲げれる方というのは、このヒップの筋肉見てもらうと分かります。股関節から曲がるとヨーンと伸ばされます。なのでお辞儀をしたりスクワット、階段の上り下りをするだけで、そのためにヒップの筋肉がストレッチされて筋肉が引き上がります。屈伸をした時の負担は全部ヒップに行きますから、お尻の筋肉は上がり、太ももの負担は軽減、ももは細くなります。たまにねお聞きする中で、こういったスクワットとかウォーキングをしたりとかする中で、太ももにしっかり効かせれば足が細くなると思ってらっしゃる方もいるんですけども、これ実は逆効果で、いかにお尻に効かせることができるか、そしてももの負担を減らすか、これが太ももを細くする一番のポイントです。ボディビルダーのように太ももを太くしたい、バキバキのももにしたいっていう方は逆に思いっきりももに力入れてもらっていいんですが、目的によって変わってきます。どっちが正しいとかではないですよ。なのでまず1個目はこの股関節を使えているかのチェックからいきます。まずは皆さん、こういった四つ倍のポジションを作っていきましょう。ここでちょうどね、この股関節、ここから曲がる方というのは見えますか？仙骨と呼ばれます。この骨盤のあたりがしっかりと反ることができます。戻す。皆さんどうでしょうか？この動きがまずできる方というのは、お尻の筋肉やももの裏側、ハムストリングスが柔らかくて優秀です。股関節を曲げるためには、この裏側の筋肉、ここの柔軟性がないといけません。さっき言ったように、ここが縮こまってると引っ張られて腰が丸まってしまうから。皆さんできますか？背骨がだいたい地面と平行のポジションで、腰だけを反らす、戻す、反らす、戻す。これがまず一つ目のチェックです。うまく使える方はこの仙骨のあたり、骨盤ですが、ここが動いていきます。そしてこのあたりがちょっとしんどくなるのと、股関節、この足の付け根のあたり、ここら辺にね力が入ります。ここを縮めるから骨盤が前に傾く、前傾をします。
はい。これに対して、すでに股関節が使えなくなっている方、もしくはもも裏、お尻が硬くなってしまっている方というのは、ここが反らないから、胸ばっかりがこうやって反ってしまう。でも腰は丸いまま。こういったパターンの方が非常に多いです。そういった方はまず、体の角度を変えましょう。少し体を起こしてもらっていいので、ここでしっかりと骨盤だけをしっかり反らす、戻す、反らす、戻すという動きができるようにしていきましょう。この時最初膝曲がってもいいんですが、たまにねこうやって膝の屈伸運動になっちゃう方がいるので、膝は完全に曲げて固定します。この位置から1ミリも動かないようにシンプルに骨盤だけ動かして、ちょっとね腰がだるくなったりします。股関節もしんどくなります。ただ慣れない方は非常に難しくて感覚がつかめないかもしれません。それでもいいです。やっていくうちに感覚がつかめます。ただしこれお腹がポコッと出っ張っている方、お腹の筋肉が弱い方は腰を反りすぎてしまうので腰痛の原因です。腹は引っ込めたまま腰痛が起きないように気をつけて、では一緒に10回。1、2、3、4、5、膝は動かさないように、7、その調子、8、9、10。はいです。ちょうどこの仙骨と呼ばれる骨盤のあたりと股関節、曲げた時のこのあたりがちょっぴりだるくなったりしんどくなってて正解です。この動き、股関節を曲げた状態で屈伸ができるとかなりヒップに効いてきます。どうでしょうか。かかった体重が膝、ももではなくてしっかりと曲げることでお尻に入ってきます。お尻の筋肉が喜んでますね。このあたり。そしてもう一つ、2つ目の足が太くなる原因、膝の向きのずれ、歪みです。本来人はこの股関節とお皿と足の人差し指がまっすぐ向いていれば正解です。これに対して足が歪んでいる方はつま先が外側、膝が内側という風な歪みを持っています。仮にこれつま先が正面、人差し指がまっすぐ前を向いていても、これで屈伸して膝同士がぶつかってしまう方、わずかでも膝が内側に行く方は膝が歪んだ状態です。必ず人差し指とお皿は正面に向けた状態。これで屈伸をしていきます。いけますか？これね、慣れてきている方はね、ここから今日少しレベルアップをします。この動き、さらに足を後ろへ引いて、戻す、引いて、戻す。この時大事なポイントは膝がグラグラしない。膝は横揺れにはめちゃくちゃ弱い関節です。膝が傷んだりとか太ももが太くなる方はこういった動きの時にお皿の向きが右左右左揺れてしまいます。ずっと真正面向けた状態で深い屈伸。ずっとこの向き変わってませんね。これが大事。この動きを意識しながら今日はスクワットを一緒にやってみましょう。はい、では一緒に行きましょう。足を肩幅、人差し指を正面、股関節から曲げていきます。しっかりと屈伸、スクワット、深く曲げ伸ばし、後方へ後ろ、お尻を突き出すようにして、ヒップに力が入る感覚あったらバッチリ。わかりにくい方は最初つま先に少しあえて浮かしてもらってもいいです。その分かかとにしっかり体重がかかり、お尻に刺激が入ってきます。どうですか？お尻の筋肉が曲げるためにストレッチ、伸びる、縮む、伸びる、縮む、そういう感覚があったら最高ですね。分かりにくい方はこの手を股関節に置いてここから曲げていく。まずはそういった意識をしていきましょう。呼吸は止めないで。よいしょ。しんどかったらね、浅くてもいいです。ゆっくりでも大丈夫。はいです。今の動きの延長、ここから今度は後ろ、戻す。同じ方向ばっかりやっていきたいと思います。お皿の向きは変えないで。深く曲げ伸ばし。これも慣れてくるとお尻に力が入ってきます。よいしょ。つま先膝がずっとまっすぐ正面向いてます。僕の場合ですね、かなり膝とつま先、足が歪んでるので、昔剥離骨折、靭帯断裂10回ぐらいしてます。そのため皆さんよりもおそらくぐらつきが大きいので、あまりいい見本ではないですが、
それでもまっすぐを揃えて動かす、この練習をすればそういった怪我の予防改善にもつながります。昔は僕も痛くてね歩けなかった時期があったんですが、こういったエクササイズをするとほとんど痛みも出なくなっていろんな運動ができています。よし OK。 今度は反対です。お尻を引くこと忘れないで。今度右足を後ろに引いていきます。はい、では深く曲げていきましょう。思いっきり息を吐いて吸って吐いて吸って、この辺りヒップに効いている感覚はありますか？深く余裕がある方は地面を触るぐらい深く。きついなと思う方はお皿の向きだけ変えないように浅くても OK。 この向きだけ整えておきましょう。よいしょ。余裕があったら深くタッチ。お尻の筋肉をストレッチ。よいしょ。しっかりとねじりを加えて吐いて吸ってもう一息。はいです。結構しんどい。最後は深くいきます。足を肩幅で 1.5 倍わずかに外側に向けて引いていきましょう。はい、ワイドスタンス深いスクワット。しっかりと股関節を今度は45度に開いてます。どの関節の角度でもしっかりとつま先膝の向きをコントロールすることが大事。普段ヒールを履いている内股の女性はこの時内側を向きやすい。必ず人差し指と同じ方向。いやー、これ喋りながらするとね呼吸できないんでしんどいですね。皆さんも頑張って。よいしょ。いけそうな方は深くお尻が地面につくぐらいのイメージ。膝が痛い方は浅くて大丈夫。ここ曲げる感覚さえ意識できたら今日は合格です。はい、いいです。はい、お疲れ様でした。ちゃんとやるとねめちゃくちゃしんどいです。そしてヒップがだるくなって太ももの負担はちょっとずつ減っていきます。ぜひ毎日やりながら足のラインを変えていきましょう。この動画のご感想はコメント欄の方にお願いします。そして高評価ボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。